本動画には冒頭から約2時間までのゲーム映像が含まれます。あらかじめご了承ください。皆さんどうもこんにちは、イノファンゴーです。1月23日に発売されたエンダーマグノリアブルームインザミストを約21時間半プレイし、トロフィーコンプリートまで完了いたしましたので、ゲームの特徴やストーリー、やり込み要素など気になるポイントをお伝えしてまいります。ご覧の内容でお送りしますので、ぜひ気になるところからご覧ください。それでは参ります。まずこのゲームのストーリーを簡単に解説します。舞台は前作エンダーリリーズで描かれた死の雨の厄災から数十年後の世界です。地下に眠る豊富な魔力資源によって栄えた煙の国という魔法大国が物語の中心となります。この国では人工生命体ホムンクルスを開発し、労働力や軍事力として活用することで発展を遂げていました。しかし地下から吹き上がる汚れた煙の影響により、ホムンクルスたちが狂気に侵され暴走する怪物へと変貌してしまいます。主人公はライラックという調律師見習いの少女です。調律師とは暴走したホムンクルスを鎮め救済することのできる特別な存在です。物語は記憶を失ったライラックが地下実験場で目覚めるところから始まります。そこで彼女はノラという謎めいたホムンクルスと出会い、共に旅をすることになります。ライラックは失われた記憶と大切な仲間の行方を探すため、広大な煙の国を探索していきます。旅の中でライラックは暴走したホムンクルスたちと戦い、彼らを救済することで新たな仲間として迎え入れていきます。そして次第にこの国で起きている悲劇の真相に迫っていくという物語です。前作のエンダーリリーズでもストーリー部分は定評がありましたが、今作もかなり奥深い内容になっていますので、ぜひご期待ください。次にゲームプレイの特徴についてです。本作はメインクエストやサブクエストという形で次の行き場所が定められるシステムではなく、新たに仲間にしたホムンクルスが持つアクションスキルを活用して、今まで行けなかった場所を探索しながら進行していくスタイルを採用しています。一度目は行き方がわからなくとも、新しいアクションを入手した際、そういえばあそここれ使ったらいけるんちゃうかと思い出させてくれます。実際に行ってみると新たな装備や新エリアを開拓でき、自らマップを切り開いていく感じがするので、非常に良い探索方法だと感じました。また新たな仲間が増えると攻撃スキルも増え、仲間1人当たり3種類のスキルが備わっています。最終的にはさらに豊富なスキルから選べるようになるので、自分なりの戦闘スタイルを見つける楽しみがあるのも魅力です。一方、戦闘の難易度はやや歯ごたえのある印象でした。しかし、いわゆる死にゲーのように何度も同じボスに挑んでようやく倒すというほどの難易度ではありません。敵の攻撃には目が光るなどの予備動作がしっかり設定されており、回避の無敵時間も長めなため、予測して避けることさえ意識すれば初見クリアも十分可能です。しかし一撃で半分程度の体力を削る攻撃も存在するので、攻撃を連打しているだけでゴリ押せるほど甘くはありません。難しめではあるものの、ストレスになりづらいバランスが好印象でした。また本作にはイージー、ノーマル、ハードの3段階の難易度が用意されており、レストポイントと呼ばれる装備やスキルの変更、回復の使用回数が補充される場所でいつでも変更できます。さらにカスタムで敵の HP や攻撃力などを細かく調整できるため、アクションゲームが苦手な方から骨太のチャレンジを求める方まで幅広く対応しています。難易度を下げた場合はフラグメントという収集要素のポイント獲得量が減るのみで、ゲーム進行に支障はありません。私自身はノーマルでプレイしましたが、終盤のボス戦では20分近くかかるボスもいたりと、決して生ぬるい難易度ではありませんでした。前作をプレイした方の中には少しマイルドになったと感じる方もいるようですが、クリア後にハードでプレイするなど、さらに難易度を上げることで歯ごたえのあるやり込みができる点は嬉しいところです。
ちなみにチャレンジという項目もありますが、これらを変えてもフラグメントボーナスはつきませんので、死にゲー以上の体験をしたい方向けの鬼畜要素だと考えられます。2週目以降のお楽しみにとっておきましょう。次にストーリーとキャラクターについてお話しします。前作を未プレイでも内容を楽しめるよう配慮されていますが、世界観の背景やなぜこのような状況になっているのかをより深く理解するには、前作をプレイしておくとより一層楽しめるでしょう。ストーリーを追うだけである程度理解はできますが、フィールド内に散らばる Tips にはさらに深い内容が書かれています。裏設定を知る手がかりとなっていますので、拾ったらぜひ読んでみてください。短い文章でまとめられ読みやすくなっています。またキャラクターそれぞれに物語が設定されており、一見バラバラに見えてもしっかりとつながりがあるため、意識しながらプレイすると想像以上に深いストーリーが楽しめるのが魅力です。さらにグラフィックとサウンドについては、まるで最上級の絵本の世界を冒険しているような雰囲気が素晴らしく、どのステージを探索しても没入感が高いのが特徴です。音楽に関しても幻想的でありながら、各ステージに合ったテイストが楽しめるので、この BGM 最高と思える場面がいくつもありました。続いて操作性や UI もおおむね快適です。重箱の隅をつつくような点を唯一挙げるとすると、スキル強化画面でスキルの詳細が表示されない点はやや不便でした。このゲームは最終的にたくさんの攻撃スキルを使えるようになるのですが、あまり使わないスキルが強化候補に上がった際にどれを優先するかの判断材料として性能をすぐに確認しづらいのが少々厄介でした。もちろんスキル装備画面に行けば確認はできるので本当に些細な問題です。しかし逆に言えばそれ以外にプレイ全体を通して大きなストレスは感じなかったため、非常に良い操作感であると言えるのではないでしょうか。さて最も気になるリプレイ性、やり込み要素ですが、トロフィーとフラグメントの収集が主なものです。トロフィーには全装備、全スキル獲得などが含まれており、マップ上にある未発見の要素を巡回しながら進めることで、ストーリーの終盤とほぼ同時にトロフィーを全て集められるように構成されています。3D のゲームと比較すると収集要素は非常に集めやすくなっています。マップでまだ探索しきれていない場所があるとグレーで表示され、入手できていないアイテムも紫のひし形で表示されています。それらを全て発見すると青く変わるという仕組みのため、見落としを減らせるのが大きなメリットです。攻略動画なしでも十分に見つけられますので、ぜひチャレンジしてみてください。フラグメントは敵を倒した時に入手できるもので、難易度によって収集量が異なります。使用場所はレストポイントのエクストラの画面で、ライラックの新たなコスチュームや敵や人物の情報とアニメーション、さらにキャラクターデザイン資料をフラグメントを消費して確認することができます。ゲーム本編とは全く関係がありませんので、クリア後にゆっくりと時間をかけて集めると良いでしょう。この時点で難易度を上げ、フラグメント回収の効率を上げるのも良いですね。これら2点を完了した後は、難易度変更やチャレンジ項目をオンにしてニューゲームくらいしか残らないのが正直なところですが、ゲーム自体の完成度は高いため、満足度は総合的に十分得られるはずです。最後に総評です。本作はメトロイドバニアのゲームを初めてプレイする方でもとても楽しめる内容であり、素晴らしいストーリーと没入感の高い世界観、そして丁寧に調整されたアクション要素が詰まっています。難易度を問わず多くのプレイヤーに寄り添う作りでありながら、しっかりと歯ごたえを感じられる点が大きな魅力です。しかもこのクオリティで価格が3278円というのは本当にお得感がある印象を受けました。普段 2D アクション RPG をあまりプレイしない方にもぜひ一度手に取っていただきたい作品です。難易度を自由に変えられるので、アクションが苦手でも安心ですし、ストーリーや考察が好きな方にもしっかりと訴求する内容になっています。可愛らしいキャラクターデザインや美しい音楽も合わさって、
総合的に見て大満足のゲームでした。今回は以上となります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。気になった方はぜひ実際にプレイしてみてくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。まったねー。